はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、肩の痛みでお悩みのあなたにですね、痛み改善のヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、前回からですね、ちょっと四十肩五十肩シリーズを始めさせていただきました。前回の動画では、四十肩五十肩っていうのはですね、痛みがここに出てるだけで原因は違うんですよっていうお話をさせていただきました。痛みが起こるメカニズムっていうところをですね、ちょっと長々と説明させていただきました。で今日はですね、もう実践編です。はい、もう早速実践編に行きたいと思います。前回ですね、手首の動きが硬くなることによってこうぐっとねじれてしまって、特に下にねじれて内側にねじれてしまって、そうすると肩が前に出てきてしまって、それで肩甲骨が動かなくなって、肩甲骨動かないから肩に負担がかかってしまって、結果的に肩に痛みが出てるんですよっていうふうなお話をさせていただいたので、なのでこの手首のですね動きを良くしてあげればですね、肩甲骨の動く環境ができますから、肩の痛みっていうのは実際取れていくんですよっていうことなんですね。はい、騙されたと思ってやってみてください。はい、今日はですね、上に上げると痛い場合ですね、ほとんど四十肩五十肩の方っていうのはこういう、挙上の運動ですね、上に上げるとやっぱり痛い方が多いです。でそういった方はですね、まず試していただきたいんですけど、手首がやっぱり内側にねじれたりとかすることによってですね、内側にねじれて、かつ上にこういう動作をよくされる方ですね、こういう動作をされる方、手首をよく使われる方っていうのはですね、手首を動かす筋肉っていうのはこの前腕の筋肉なんですけど、ここが硬くなることによってですね、実は肩が内巻きになってしまって、肩甲骨動かなくなって肩が痛くなっちゃってるんですね。じゃあどうすればいいかっていうとですね、ある筋肉を緩めてほしいんですね。である筋肉っていうのが、腕橈骨筋っていう筋肉なんですね。腕橈骨筋、はい、腕橈骨筋、これはですね、四十肩五十肩の方に対しての、鉄板の筋肉です。まずここをやっとけば間違いないっていう場所ですね。はい、でまずですね、上に上げた、痛み、詰まり感とかでもいいですから、痛みがあられる方は無理しないでいただきたいんですけど、そこの感じを覚えておいてください。で場所っていうのがですね、もうこの肘ありますよね。肘があるじゃないですか。ここの場所なんですね。今私が触ってるこの手首を上下するとギュッ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 って硬くなる、この場所なんですよ。ちょっと見づらいかな。この場所ですね。ギュッ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 と硬くなってくる。はい、手首を上下するとですね、もこって硬くなる場所があるんですね。硬くなる場所っていうところが、そこが一番負担かかる場所、要は力が入る場所ですから、ここにですねぐっと力入れたところのもこっていう硬くなってるところを、人差し指とか中指でいいですから、ぐーっと圧をかけるんですね。ぐーっともこっとする場所に、一番硬くなる場所にですね、ぐっと圧をかけます。はい、こう上げると硬くなる場所ですね。でここに対して圧をかけていくんですけど、ここにうまくですね当たると、指の先の方にちょっとジーンとしびれるような感じがあるんですね。ここをですね、圧をしばらくかけておくんです。はい、ただこれだけです。はい、で肩の力を抜いていただいて、もうここにですねぐーっと圧をかけます。で手の力も抜いていただいて、なのですごくですねピンポイントの刺激になるので、しっかり捉えてほしいんですね。はい、見つけ方とすれば、手首をグッと上げたら硬くなるところ、はい、硬くなるところですね。ここにぐーっと圧をかけていきます。はい、私もやっぱり手を使う仕事なんで、ここ疲れやすいんですね。この筋肉が固まることによってですね、手首が内側に入ってしまって、肩甲骨も動かない状態になるので、内側に入るからですね。それで肩に負担かかって痛みが出てるわけですから、ここの筋肉緩めてあげることによって手首の動きが良くなりますから、肩甲骨が動きやすい状態になるんですね。はい、結構痛いと思います。四十肩五十肩の方はもうここパンパンになってるはずです。なのでやっぱり手首が原因だっていうことはそういうことなんですね。でここある程度押していくと痛みが軽くなってくるんですね。だいたい1分くらいでいいと思います。でこの状態で、はい、
この状態でもう一回上げてみてください。そうするとですね、さっきより上がりやすいはずなんですね。はい、今私が押してた場所ここです。手首をこう上に上げるとモコッとする場所ですね。この筋肉がですね、柔らかくなってくることによって手首の動きが柔らかくなりますから、肩が内側に入ってくる原因が取れます。それによって肩甲骨が動く状態になるので、肩の動きが良くなるっていうところなんですね。はい、なので上に上げると痛いっていう方はですね、まずここ騙されたと思って緩めてみてください。ぐーっと押すだけでいいですから、そうすることによってご自身でですねセルフケアっていう形になりますので、ぜひ試していただければと思います。はい、もしですねご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。で、次回はですね、後ろに回した時に痛いですよっていう方に対してのですね、またセルフケアっていうところをお伝えさせていただきたいと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。